ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA 7月度の新商品が徐々に出始めてますので、そちら紹介していきます。本当に可愛いものが多いので IKEA 行く前にぜひチェックしていただきたいなと思います。では行ってみましょう。まずは食器コーナーです。とっても可愛いプレートが出ていました。3枚セットでして、それぞれ柄と色が違います。色味がとってもトレンド感のあるカラーとなってまして、本当に可愛いです。オーバル型の食器って使いやすいですし、食器じゃなくてもアクセサリートレイなんかにしてもめっちゃ可愛いですよね。キャンドル置いたりしてもいいですよね。これは売り切れそうだなと思いました。続きましてはバスケットです。夏らしいカラーのが出ていました。こちらは IKEA365 シリーズのバスケットで、最近ホワイトとベージュが出てたんですけども、こちらはですね、イエローとグリーン2個セットで売られています。で、気づいたんですけど、ホワイトとベージュはですね、1個499円で売っています。私もこれ購入してすごくね愛用してます。なんですが、今回のは2個セットだからなのか、2個で699円とちょっとお安くなっています。こちらはスチール製でして、結構頑丈な作りになっています。またメッシュ状なので中が適度に透けて見えるのもいいですね。普通にお菓子入れてもフルーツ入れても何入れても可愛くなりそうですよね。またこれすごいのが IKEA365 シリーズのガラス容器の蓋と互換性があって、ちゃんとね閉まるんですよ。この木の蓋が、蓋を使うと積み重ねることもできて便利です。これは自宅のキッチンですけども、こんな感じで水筒を置いたり使ってます。キッチングッズシリーズで、こちらは保存容器なんですけども、変わった形のものが出てました。中に仕切りがついています。ただ私このシリーズ、同じシリーズのプラスチックの保存容器使ってるんですけど、多分ねお弁当やとちょっとやっぱ漏れるかなと思います。パッキンとか何もないですから。このシリーズ実際使ってみていいなと思うのは冷凍に強いことです。結構冷凍すると劣化が早かったりしますけども、長く使えています。続きましてはこちらです。可愛い手の形をした調理用スプーンが出てました。最初サラダサーバーかなと思ったんですけども、持ち手が結構長めなので調理中に使うものみたいです。バーチの木材で149円の税込みとなっています。ちょっとお手入れは大変そうですね。私最近 IKEA でフライパン、ちょっと深さのあるフライパン購入したばっかりなんですけど、可愛いのが出てました。いやもう色可愛すぎませんか。 IKEA は他のフライパンもそうなんですけども、脱フッ素が進んでまして、こちらもセラミックコーティングとなっています。材質はアルミです。このなんか木の取っ手が可愛い蓋もついてるタイプもありました。いやもうほんと可愛いからこのまま食卓にも出しちゃえそうですよね。で IKEA はいろんな種類のフライパン売ってます。私はヘムコムストシリーズを愛用しています。小さいサイズの最初使ってみて、それもフライパンに詳しいフォロワー様からおすすめいただいて購入したんですけど、使い勝手結構よくって、大きい方も追加購入しました。あとは IKEA365 シリーズも人気です。フッ素加工じゃなくってお手頃価格のフライパンをお探しの方は IKEA チェックしてみてください。こちらは冷蔵庫内を整理するためのボックスです。積み重ねられるものが新しく出てました。このシリーズの特徴は食品が OK なことと食洗機が OK なことです。こんな大きなボックスも新しく出てまして、こちらは底がなみなみになってました。通気性が良く、食品を長く維持できますよというのが特徴みたいです。透明度が高いので中身がよく見えそうですね。このシリーズは私いろいろ持ってるんですけども、この引き出しが結構おすすめで、わずか499円ながらよくできてまして、棚の上面に干渉する部分がわずかここだけなんですよ。クリップ式じゃなくって吸盤で留めるタイプになってるため、それがとても押せるポイントです。このターンテーブルも非常にスムーズな回転ができていい商品です。この辺の商品は使ってみないとわからないところもあるので、一応買ってみました。ちゃんと食洗機 OK マークがついています。でこちらは3つセットになっています。大きいボックスとこのような小さいボックスの2個のセットです。ちょっとこのような取っ手みたいな部分がありまして、でさらにこのように積み重ねられます。割と安定してこのように上に乗せることができました。ただ日本の冷蔵庫とかだとこんな高さ取れる場所があんまりないと思うんで、
あんま私は積み重ねないかなと思いました。とりあえず食洗機に入れて洗います。どこに使うかなんですけども、私はこのなんていうんですか、この牛乳とか置くところ、ドアポケットっていうんですかね、ここでちょっと使ってみました。こういうところって引くほど汚くってあんまり掃除してなかったんですよね。ただボックスを使えば食洗機 OK なので手軽に洗うことができます。でこの大きい方はですね、後ろで雪崩が起きてた袋物をちょっと立てる収納に使ってみました。なんか微妙な取っ手みたいな部分はちょっとね、正直干渉するからない方がいいかなってちょっと思いました。冷蔵庫の中整理したい方はチェックしてみてください。こちらの新商品はすごいなと思いました。パッと見ソファーに見えると思うんですけども、ソファーベッドなんです。いかにもソファーベッドに見えないところがすごくいいなと思いました。で右側にはベッドの形にもう変身してますけども、このような一人掛けのソファーもバリエーションとして出ています。この生地感も結構可愛くっていいなと思いました。足にキャスターがついているので簡単に引き出してソファーベッドにすることができるみたいです。こちらは一人掛けの方のお値段です。ファイン材を使っているので価格が抑えめにできているんだなと思います。大人気商品グラドムから新色が出ました。のオレンジが新色です。結構赤みの強いオレンジですね。でグラドムって今このようなラインナップが出てまして、たまに新色出るんですけども、割とシーズナルで入れ替わってしまうものも多いので、いいなと思った方は早めにゲットされるのがいいと思います。で今回ね、オレンジ推しなんですよね、IKEA。この可愛い時計も出てました。こちらちょっと大きめなんですよ。そこだけ注意してください。お子様にはとてもいいと思うんですよね、見やすくて。ちょっと周りの時計と見比べていただくと大きさがこれだけすごい大きいのがわかると思います。こちらもさっきと同じで赤みの強いオレンジ色ですね。オレンジつながりでもう一つ、ボーグションシリーズからもカラフルな新色が追加されました。IKEAたくさんタオル売ってるんですけども、私はこのボーグションシリーズが推しでして、っていうのも 50×100 センチっていう絶妙なミニバスタオルサイズがあるのがこのボーグションシリーズなんですよ。バスタオルよりも小さいし、スポーツタオルよりも大きいっていう、もうずっとボーグションシリーズ使ってます。すごい突拍子もないカラーのスリッパを見ました。すごいですね。 IKEA のスリッパって結構好評で、私も思ってるんですけど、単行になるんですけど、そこは結構しっかり厚みがあるので安心感があって好きです。同シリーズからバスローブも出てました。超ド派手、超個性的ですね。生地は結構厚みがあるのでしっかり重みがありました。でボーグションシリーズの新色がこんな感じになってまして、この緑っぽい色とピンクが新しく出てました。こちらはポーチが2色新しく出てました。ポーチって言ってもだいぶ大きめかなと思います。そしてぺったんこになるのが私は好きだなと思いました。ポーチで可愛い柄が欲しい方はいかがでしょうか。多分これもシーズナルで入れ替わってしまうんじゃないかなと思います。経験則上。はい、ついに来ました。ラムパンのポータブルが出てました。他の国では結構前から売ってまして、私もいつ日本に来るんだろうと楽しみにしていました。今隣に映ってるラムパンっていうのがもともと IKEA で売ってたものでして、こちらはコードレスではなくてコンセントにつなげて使うランプなんですけども、今回出たものはポータブルタイプとなってます。で足の部分がクリアカラーになっています。オンオフのスイッチがここにありまして、1段階暗くすることができます。でしかも今回のラムパンは7色に光るんですよ。それがすごいです。もうカップラーメンみたいに包まれたこちら1個買って帰りました。はい、でこちらパッケージにこれが入ってないですよっていう表記がありまして、電池ですね、これついてませんよっていう表記です。充電式乾電池単3を4本使います。これも合わせて IKEA で買っておくのがおすすめです。 IKEA の充電式乾電池はお安いですし、メイドインジャパンとなっています。組み立てはとても簡単です。電池の出し入れするのにドライバー使うんめっちゃ大変やんって思うかもしれないんですけども、一旦入れてしまえば
充電するときは直接 USB Type-C を挿して充電することができるのでご安心ください。で今傘をはめましたけども、色を変えるにはまた傘を外したところにボタンがあるので、ちょっとねそこが謎設計ですけど、色を変えるときはまた傘を取ります。オンオフはこの下側からできます。こんな感じですね、色を変えるのは。で明るさはねやっぱ電池式なんでめっちゃ読書灯になるほど明るくはないです。はい、こんな感じで7色に光ります。これがね可愛いですね。でプラスチック製でめちゃくちゃ軽いんで、もう完全に子供が大喜びです。ポータブルなのでどこでも使えますし、雰囲気を楽しむライトかなと思いました。とっても可愛いです。でこちらは新商品ではないんですけども、購入品として紹介します。これめっちゃ良かったんですよ。これご存知の方いらっしゃいますか？これ何だと思いますか？黒と黄色の2個セットです。前回の動画で黒と黄色のテトラポット型の延長コードを紹介しましたけども、それと同じですね。そういえば、今回も充電絡みのことなんですけども、そんなにね重たさはないんですが、これは充電ケーブルを保持するためのものです。これがないとこう充電した後このケーブルがねこうダラーンってなるじゃないですか。そうしないためにマグネットだったりとかケーブルクリップを私もよく使ってますけども、この机側にそういったものを貼り付けたくない、スチール板とかクリップとかを貼り付けたくないんですよね。なのでそういう時にこの重りがすごく役立ちます。でこの重りは私もっと重いんかなと思ってたんですけど、そこまで重くもない。しかもマグネットでこうパカッて分かれてパカッて挟むだけなんですよ。なのでとっても手軽に使えます。これで1個ストレスが減りました。皆さんもぜひ新商品に限らず最近買ってよかったもの IKEA であれば教えてください。コメントを楽しみにしています。はい、また新商品を紹介していきます。紙製の収納ボックスがいくつかシリーズで出ていました。こちらはマガジンファイルなんですけども、これは今までもあったティエナシリーズとよく似ていました。お値段も一緒ですね。これは結構頑丈で、この縁の周りも綺麗にできてますし、すごくいい商品だと思いました。ティエナもとっても人気ですしね。で梱包状態もこんな風になってまして、しっかり周りも覆われてて持って帰るのも安心だと思います。で紙製なんですけど結構頑丈ですし、この表面のテクスチャーがとっても綺麗で良かったです。それはいいんですけど、こちらはちょっと注意が必要かなと思いました。このホワイトの引き出し2種類とも購入してみたんですけども、この引き出し部分がやっぱり紙製なんであんまりこう滑らかじゃなかったんですよね。このねお店にあるやつは結構スムーズだったんですよ。だから結構当たり外れっていうか個体差が大きいのかなと思いました。見た目はとっても綺麗ですし、大きさもこう縦高さ方向も奥行き方向もこうミニサイズも大きい方も揃ってるので並べて使えるっていうのはすごくいいなと思いました。ただいかんせん引き出しとなるとちょっと紙製はやっぱスムーズさが心配かなと。ただね頑丈さはめちゃくちゃ大丈夫そうでしたね。たまたまスムーズな引き出しに当たればラッキーですけどね。正直にレビューさせていただきました。はい、でもう一つ注目の新商品ティッシュケース出てました。これ前ありましたよね、このメタルなティッシュケース。いつの間にかなくなってましたけども、とっても頑丈そうですね。でこの以前のタイプと違うのは壁にかけられる用の穴がついていることです。本当にこのなんていうんですか、この鋭利なスタイリッシュなデザインが特徴です。もうすごい手の油手の指の跡とかつきそうで恐る恐る触ってます。このシャープなデザインが本当たまりませんよ。かっこいいです。はい、でこちらが壁掛けできるようになった穴ですね。こう無機質なお部屋にとっても合いそうですね。
結構大きさはしっかりあるのでコンパクトタイプのティッシュしかちょっと落ちなかったんですけども、コンパクトじゃないティッシュでも使えそうです。でこれのいいところは立ててもすごい安定してるんですよ。今長手横手方向に倒しましたけども、縦向き短手方向でもとっても安定してティッシュを出せました。だから壁掛けしなくても本当立てておくだけでとってもスタイリッシュでかっこいいティッシュケースです。次回も新商品を紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。